はい、こんにちは。小豆島の漁師濱家です。今日はですね、初漁で初競りに出したらいくらになるのかっていう感じでいきたいと思います。で、正月明け大風ばっかりで初競りは実はね逃しちゃったんですよ。まあでも初笑いみたいに僕の初漁初競りで行かせていただきたいと思います。あと小豆島の市場って別にご宿木相場とかがないので、まあ、特に初競り逃したからといってあれはないですね。それじゃあまずですね、初漁の網を仕掛けに行きたいと思います。よし、それじゃあ、行ってきます。レッツゴーということでね、やっていきたいと思います。今レッツゴーだまず懸垂から気持ち悪いですね。それじゃあ、初漁に向かっていきましょうというところで、マダラが散歩に帰ってきたので、マダラちゃん行ってきますって言ったらね、いってらっしゃいって優しい掛け声で言ってくれました。で、この時大寒波だったんですよ。だからこのいつものね防寒の手袋とボテ流しい長靴、それからアナゴカゴのサンマの餌を持って海にやってきました。まず網を入れていきます。一応ヒラメ狙いです。ここね1週間ぐらい前にヒラメがいたんですよ。だからヒラメおるかなと思って入れてみました。次にアナゴカゴの準備をしていきます。先にカゴにサンマを入れて準備は OK です。それではアナゴカゴをやるポイントへと向かっていきます。この日はねちょっと西風が吹いてますね。で、アナゴカゴのポイントに到着したら目印となる受けを入れてアナゴカゴも全部入れていきます。で、自分で操船しながら入れていって20個入れたら、帰ります。翌日、はい、おはようございます。朝になったので実家の方にやってきました。また栗にね行きたいと思います。かかってるといいですね。はい、次の日の朝となりました。果たして魚はかかっているのでしょうか。で、僕は耳まで末端冷え性なんでこんな感じで全ガードです。目だけ出てる状態ですね。さあ、ポイントに到着しました。前日に入れておいたこれ刺し網ですね。ヒラメ狙い。果たしてヒラメはかかっているのか。むしろヒラメがかかってないと他何もかかってないぐらい冬のね浅瀬は魚が少ないです。さあ1匹目と思ったらまあ1匹目か、ナマコですね。冬に美味しい大きなナマコがやってきました。小さい方が柔らかかったりもしますかな、多分みんなはそう言いますね。で、こちらは卵を産んですっかり痩せてしまったカレイちゃんで、こんな感じでねアングルをいろいろ変えて飽きないようにしております2カメですね。で、やっとヒラメが来たと思ったんですが、小さいですね。あんまり大きくないヒラメで、あっという間にもう赤い網まで来て、でこれもヒラメが来て落ちると思ったらクロダイでした。クロダイはめちゃくちゃ安いのでちょっと残念です。めっちゃ美味しいんですけどね。で、あっという間に繰り終わって取れたお魚がわずかこれだけといったところです。それじゃあ外していきましょう。まずオニオコゼで、こちら石餅で、ナマコで、これがカサゴですね。で、ヒラメ微妙な大きさです。で、これがサザエですね。サザエで、これはクロダイ、チヌめっちゃ肥えてます。で、これがカレイ、お腹の中は多分白子かな。で、これは逃がしておきます。で、ヒラメも取ってもよかったんですけど、ちょっと小さいので魚も少ししかいませんし、どうせだったら逃がしてあげようということで逃がしました。それではポイントを移動していきます。で、先にねこの網を入れていきます。なんで網を入れるかっていうと、親父がここら辺にねイワシがおるぞって言ってたんで、イワシがおるんだったらじゃあヒラメもいるでしょうっていうことで入れてみました。あれはね今日の夜中に来ります。夜中に、はい、1つ目のアナゴカゴが上がってきました。スカーで、2個目もスカーで、3つ目もスカーで、4つ目にようやく1匹だけ上がってきました。終了です。はい、ただいまということで、もう全然いなかったですね。あれからちょっと仕事をして昼過ぎになったんですけど、このままではね一番に行けないので、とりあえず今日は早めに寝て、また夜中からねちょっと出航して、様子を見たいと思います。はい、じゃああれから編集してね、髪見てもらったら分かると思うんですけど、お風呂とかも入って、今からちょっと晩酌をしてね、とっととね寝たいと思います。ただ風が強くてあんまりやれないかもしれないんですよ。一番行くほど取れないまま
終わるかもしれません、所領は。で本日の晩酌がまずはね、キンキンに冷えたビール、ブルータイムということでね、これ裏のおばあちゃんがなんかお魚のお礼にくれたやつですね。でこちら、これね友達がくれたバカラのね、めっちゃいいグラスです。大人になるとこういうのにね、めっちゃ価値を感じるというかね、なんかいいよねわかりますか？ちなみに今日の晩酌の魚はこちらです。本マグロですね。まあちょっと色変わっちゃってますけど、うまし。でこちら本マグロ、めっちゃ美味しい。めっちゃ高かったんですけどね、コロナの影響でいつもお世話になってるお魚屋さんがね、正月めっちゃ暇だったそうで、たくさん余ったそうなんですよ。やっぱそういうとこでお金を使ってね、助けをしたいなと思います。いただきますよ、言ってませんでしたねいただきます。とりあえず今からゆっくり晩酌して夜中に起きて海に出てみて、網はやっちゃってるんで、もうとりあえずそれを風が吹いてる方がなんだろうがとりあえず食って、なんとかね、風の中大変ですけどあれしていきたいと思います。ではおやすみ。うっせつまかんにゃらみたしんぎょうがんじざいぶせゆせ。はい、で起きました。で12時ぐらいに起きたんですけど、風がねちょっと強かったんで、今現在1時です。じゃあちょっと港の方に行きましょう。レッツゴー。いや、夜中とかね、早朝のセブンのコーヒーってめっちゃうまいですよね。最高ですね。はい、このままではとても市場に行けないので、夜中に仕掛けた網を繰りに行きたいと思います。で夜の海ってこんな感じで真っ暗なんですよ。夜中に仕掛けたって言ったけど前日ですね。じゃあ昼間に前日じゃない、昼間か昼間に仕掛けたやつをあげていきます。果たしてね、イワシは痛そうなんで親父を信じた結果入れてみたんですが、どうなるでしょうか。親父に責任転嫁をしているわけではありません見た感じ来なさそうですね。で1匹目やってきました。こっちですね。だんだんと超えてきて、いい感じでそろそろ冬の鍋にして食べたいなって思います。でこんな感じでイワシはね、もう本当にいたんですよ。イワシはパラパラと網にはついてたんですが、肝心のヒラメが来ず、網もほとんど終わりの状態で、魚はこれだけといったところです。であっという間に白網が来て、白網になってからマダイがね、パラパラと来てて、でまず1匹目で2匹目で3匹4匹と来るんですが、残念なことにどれも上がりって言って死んでしまった状態なんですね。死んでしまった状態だと小豆島めちゃくちゃ安いんですよ。なるべく生かしておく必要があります。で網を繰り終わりました。じゃあ外していきましょう。外し終わりましたね。じゃあ見ていきます。まずマダイで、こっちいい感じですね。ぷっくりと超えていて美味しそうです。でこちらオニオコゼですね。2回目か。でこれも2回目のカレー、これも逃がします。でもこのカレーめっちゃ大きくて、僕の手と比べてみてもらえれば分かるように、こんな感じで僕の手2枚分ぐらいのね、超巨大カレー、春だったらめっちゃ高いと思う。じゃあ移動していきます。これだけじゃ一番に行けないので、風は吹いてるんですが頑張ってね、もう一番やっていこうと思います。で目印となるこちらのね、光る灯台をつけていきます。これセンサーがついてて、夜だとあんな感じでピカってね光るんですよ。で網を入れていきます。ただ本当は真っ暗な中網を入れていきます。なんでかというと、暗くしないと周りが見えないんですよ。今回撮影のためにちょっと最初だけつけてっていう感じです。で網を入れて30分ぐらい待って、また網を入れていきます。これでね、なんとかかかってないと初漁の初市場にも行けないな。初競りか。
ただここ潮の流れがめっちゃ速いんで、こんな感じでパラパラとね石がかかってきてて、これがうっとしかったです。これも外しておかないと次網やるとき網がやれないのでね、困ります。でようやく1匹目が来ました。これチヌクロダイですね。で次これスズキも今痩せてるんですけど、磯回りのスズキは結構美味しいんですよ、なんでか。でタイもパラパラとやってきてます。で網がね深くて重たいので、こんな感じでしゃがんでなるべくローラーの力を利用してやってるという感じですね。で風がめっちゃ吹いてるんですけど全然伝わらないですね。これスズキですね。で他のタイとかチヌとかも外して生かして、で次網を繰り始めたらアカエがやってきました。うわ最悪だと思ったらもっと最悪なことが起こってて、今網がめっちゃ上がっていったと思うんですけど、釣り針がついてて、釣り針、釣り糸、それから鉛ですね。多分これは切れちゃったんでしょうね。切れちゃったんでしょうけど、もし捨ててる人がいらっしゃったら、捨てないでいただきたいですね。でその後もタイとかね、さっき来たのがメバルとかかな、やってきて、で風が吹いてるのでこんな感じで自分で操縦しながら網を上げていきます。だから2人いればすごい楽なんですけどね。で網が繰り終わりまして、果たしてどれだけ取れたのでしょう。これだけです。では外していきます。でマダイとかも外せました。でね、アカエ外してたらアカエの尻尾の剣が刺さっちゃって、尻尾の剣毒あるんですよ。めっちゃ痛かったでなんとか絞り出して、でこれガンゾウビラメで、これオキソメバル、黒メバルとかちょっと白いけど、でこれもなかなかのサイズですね。20センチぐらいで、これ赤い、僕を刺した刺してないにかかわらずこの子は駆除ですね。で他のはこれだけ取れました。それじゃあ帰りましょう。でお家に帰ってきて、魚を生かしていきます。生かす前にお腹の中の空気を抜く必要があって、空気抜きをなくしちゃったのでストローで抜いていきます。空気抜き船に結局あったんですけどね、20分ぐらい探してもなかったで、なんで空気を抜くかっていうと、空気抜いてないとうまく泳げないので、うまくなんていうんですか、いからないんですよね。で魚を生かす理由なんですが、取ったすぐってね、めちゃくちゃストレス溜まってるんです。右下見てください。めっちゃよだれがね垂れてますね。アタッチメント買ったんですけど、アタッチメントってよだれあれの方が出るんですよね。でよだれが見たい方には朗報ですね。でなんで生かすかっていうと、ストレスがめっちゃ溜まってるので、締めた後に死後硬直がめっちゃ早いんですよ。それを遅くするため、鮮度を保つために生かしておいた方がいいです。それでは一旦魚たちを生かしていきます垂れてるほんで魚を生かして、あれですね、しばらく経って、違うわ、先にアカエを見ようって感じですね。アカエに刺されたとこがめっちゃ痛くて、で見たら血が結構出てます。あんまり血は乗せたくないですけど、でしばらく経って次魚を締めていきます。で魚を締めるシーンも、YouTube さんがもう今嫌いになってるので、そこは割愛して、で魚が締まりました。で一応この時氷点下だったんですけど、一応なんていうの、氷水の中に入れていきます。氷水で一回冷やします。ただね、今日中貝さんに聞いたら氷水入れんとってくれって言われましたね。寒すぎるって手が寒すぎて仕事ならんから氷水入れんとってくれって言われました。でこれだけの魚が取れました。でこの魚たちを箱に並べて、箱に立てるっていうんですけどね、入れていきます。マダイが2箱、それからチヌで1匹は撮影にしようと思って置いておきます。であとコチとかも全部並べてですね、でヒラメとスズキで、これだけたった5箱です。右のはおかずで、タイが2箱、そしてチヌ、そしてスズキとヒラメ、そしてコチですね。果たしていくらになるのか楽しみですね。初競りにたったこれだけしか持っていけないっていうのもちょっと情けなかったですねはい、じゃあ今から市場の方に行きたいと思います。もうクソ寒いよ。もう手がもうほら短い小豆島魚市場へやってきました。でこの日はもう全然魚がなくて、見てくださいこの少なさ。これが僕の魚ですね。で隣に漕ぎで取ってきた赤ゲタがあります。食いしん坊でよく見るやつで、これ鬼おこぜの、1箱分。それからこれがカワハギ、めっちゃでかい。でこれエビ、
ザルエビに見てこれめっちゃでっかい車エビがおって、あれにね湯がいてマヨネーズつけて香取慎吾さんが昔食べてたやつあれしたいなと思いますいつかね。で市場の競りが開始しました。それではね市場の競りが終わったら帰りましょう。さあというわけで帰ってまいりました。果たしてねいくらだったと思いますか？魚も今大寒波で風でめちゃくちゃ少なかったので量的にしては相場が良かったかなと思います。そんなことより早く公開しろって。まあまあ気をもんないのは置いといて、じゃあ公開します。はい、こちら。はい、あの量で7055円ですね。全体的には、こんなもんかなっていう感じですね。何にせよね、初競りでこの量はちょっと持っていくの恥ずかしいぐらいの量でしたけど、売れてよかったです。ただね、黒鯛がめっちゃ安いんですよ。で、今の黒鯛すごい超えてて、で、あそこら辺で取れる黒鯛ってね、養殖の海苔をめっちゃ食べてて甘いんですよ。で、次の動画で美味しい黒鯛の動画にするんで、ぜひ次もね、逃さずご視聴ください。本日もご視聴ありがとうございました。最後になんか YouTuber っぽいこと言うんですけど、チャンネル登録みたいなのをね、してもらえたらなと思います。あんま言ったことないですけどね、たまには入れていきましょう。ではレッツゴーバイバイ。